4点も取ったのに負けてるのだ。前回の予想、ずんだもん、1対2バイエルン、メタン、2対1パリ・サンジェルマン。結果、5対4パリ・サンジェルマン。なんでなのだ。4点も取ったのに負けてるのだ。枝豆さん、大きく外れました。容赦なさすぎるのだ。私は方向性は合ってたわ。筋が3点ずれてただけで。それにしても、両チーム合わせて9ゴールって何なのだ。これは全部振り返らないといけないのだ。今日は全得点シーンの振り返り、海外の反応、それからハキミ負傷がセカンドレグにどう影響するかも全部やるわよ。パリ・サンジェルマン対バイエルンミュンヘン準決勝ファーストレグ結果報告。前半だけで5ゴール。バイエルンは5対2から追い上げ1点差まで迫った。疑惑の PK 判定が試合を変えた。そしてハキミが負傷。セカンドレグへの影響は？みんなこんにちは。にわかじゃないのだ。ずんだもんなのだ。前半だけで5ゴール。ツナも食べてる暇がないのだ。メタンです。全部重要な情報よ。最後まで見てってね。概要欄から気になるとこに飛んでみてくれても OK なのだ。だからチャンネル登録どうかと貸してくれさいなのだ。ちゃんと言いなさい。ずんだかチャンピオンズリーグ2025、26準決勝ファーストレグ。パリ・サンジェルマンホームパルクでフランス。バイエルンはコンパニ監督がイエロー累積による出場停止でスタンド観戦。コンパニ監督なのに出場できない選手一覧にトップで書かれてたのだ。そう言われるとなんか変な感じがしちゃうじゃない。試合開始。17分、バイエルンが PK 獲得。ケインが冷静に決めてバイエルン先制。PK でも絶対外さないのがケインの強さよな。コンパニーないのにバイエルン先制。やるじゃん。ケインしか勝たん。ケインは PK を外さない。もう人間じゃない。ケイン速攻で歌わないでね。PK を外さない男ね。今季これで54点目よ。そして24分、クバラツヘリアが左サイドでボールを受けて右足カットイン。ファーコーナーへ鮮やかに決めて即同点。早いのだ。あのカットインどう止めるのだ。オクタのデータでも今季ドリブル成功率トップクラスよ。はそりゃすごいのだ。クバラすごすぎ。あのカットインは止まらん。パリ・サンジェルマン同点。あっという間やな。クバラツエリア、今の欧州で最高クラスのドリブラーじゃないか。33分、デンベレのコーナーキックにネイベスが頭で合わせてパリ・サンジェルマンが逆転。ネイベスのヘッドが刺さったのだ。前半なのに目が追いつかないのだ。はい、目が落ちてたわよ。ネーベスは ESPN の評価でも今季トップクラスのミッドフィルダー。空中戦でも強さを発揮してるね。前半なのにもう3ゴール。頭おかしい褒め言葉。もうこの試合おかしすぎる。前半で3ゴールって何なんだ。パリ・サンジェルマン逆転。バイエルン大丈夫か？なんかバイエルンとレアルの時にも聞いたような。ゴールがなんか多いって見てるわね。41分、オリーセが中央に絞り込んで約20メートルの強烈シュート。バイエルンが同点に追いつく。オリーセあの位置からぶち込んだのだ。今季リーグ20点で、中央でボールを受けたら誰も止められないわね。オリーセ天才すぎる。あそこから打つか。オリーセがサイドを一人で制圧。彼がいる限りバイエルンは絶対に怖い。オリーセ。やっぱとんでもないな。バイエルン同点。オリーセが一人で局面変えた。オリース対ヌノメンネスのマッチアップ。今夜のベストバトルだった。前半アディショナルタイム45プラス5分、パリ・サンジェルマンが PK を獲得。デンベレのクロスがアルフォンソ・デイビスの腕に当たったと VAR 判定。デンベレ自らが決めてパリ・サンジェルマンが勝ち越し。前半終わり際に PK？ しかも疑惑のやつなのだ。VAR で確認されたけど、バイエルンサポーターからは今でも不満の声が根強いわね。前半だけで5ゴール。ずんだ餅を5個一気食いするより展開が早かったのだ。独自基準すぎてわからないけど、テンションはわかるわ。VAR あってもこれか。バイエルンかわいそう。前半だけで5ゴール。頭どうかしてるだろこの試合訂正。あの PK 判定が試合を変えた。バイエルンには気の毒だった。これがチャンピオンズリーグの醍醐味。論争もドラマのうちだ。後半も激しい展開が続いた。6分クバラツヘリアが2点目。58分デンベレも2点目。わずか2分で一気に5対2とした。5対2。日本で2点って何なのだ。うっかりトイレにも行けないのだ。ちゃんとハーフタイムに言っといてね。前半の攻防でバイエルン右サイドの裏が空き始めてたのよ。クバラツエリアはそこを見逃さなかった。56分はハキミのクロスを合わせたゴールよ。それ、前から気づいてたのだ。なんとなくね。なんとなく。気づいてたのだ。いやい。パリ・サンジェルマン容赦なさすぎる。パリ・サンジェルマンが完全支配モード。バイエルンに道は残っているのか。バイエルン大丈夫か。このまま終わりそう。バイエルンが意地を見せる。
65分ウパメカノがキミッキのフリーキックにヘッドで合わせて1点返す。続く68分、ルイス・ディアスがケインのパスからマルキーニョスをかわしてゴール。今度は3分で5対2から一気に5対4まで追い上げた。きたー。センターバックが点取ったのだ。バイエルン5対2から5対4まで来たのだ。あと1点なのだ。うわマジか。バイエルン1点差まで来た。あと1点。あと1点なのに。5対2から5対4まで追い上げるってどういうことだ。チャンピオンズリーグって本当にすごい。ウパメカノの高さはずっと武器だったわね。ディアスはケインのパスを受けてマルキーニョスをドリブルで抜いてシュート。見事だったわ。コンパニ不在でも選手だけで戦ってる姿、本当にすごい。最後まで諦めないのがバイエルンだ。でもパリ・サンジェルマンも守りきった。なんという試合。試合終了パリ・サンジェルマン5対4バイエルン。あと1点だったのだ。バイエルンが4点取ったのは誇れることよ。そうなんだけど。ズンメタ選手評価、海外の声。この試合のマンオブザマッチはデンベレ。ウェファー公式のプレイヤーオブザマッチにも選ばれた。クバラツヘリアも2ゴール。ノックアウトステージ7試合連続ゴールという驚異的な数字。7試合連続、ずんだ餅で言うと、何個食べたら出る数字なのだ。食べても出ない数字よ。バイエルンからはオリーセ。今季20点目のゴールに加えキミッキとの連携も光った。ケインは PK 含め今季54点目。今大会6試合連続得点中。オリースとケイン、バイエルンの2枚看板なのだ。クバラツエリアはパリ・サンジェルマンの魔法使いだ。今季世界最高クラスのウィングと言っていい。オリー世代ハキミのマッチアップ。今夜のベストバトルだった。ケインはまたスコアした。この男を止める方法がない。やっぱりケインってぬるりといつの間にか得点王とかになるのだ。この調子だとムバって抜けるかもね。ズンメタ試合後、大きなニュースが入りました。パリ・サンジェルマンの右サイドバックハキミがこの試合中に右太もも負傷。パリ・サンジェルマンが公式発表し、セカンドレグの欠場が確定した。ハキミはパリ・サンジェルマンの攻守両面で核となる選手よ。実際この試合の56分、クバラツエリアの2点目もハキミのアシストだったわ。彼の不在はセカンドレグの戦術に直接影響するわね。バイエルンにとってはチャンスなのだ。可能性としてはある。特にオリーセが右サイドを攻略しやすくなるかもしれない。ただしパリ・サンジェルマンの組織守備は個人だけに依存してないわよ。組織守備？難しいのだ。でもチャンスってことなのだ。この穴の攻防戦は両監督の腕の見せ所ね。ハキミ離脱か。パリ・サンジェルマンには相当痛いな。セカンドレグのオリーセの動きに注目だな。ハキミなしのパリ・サンジェルマンをバイエルンが狙い撃ちしてくるのは間違いない。ハキミはパリ・サンジェルマンの右サイドの心臓だ。セカンドレグで彼を欠くのは想像以上に難しい。セカンドレグ予想。ここで2人のセカンドレグ予想を聞いてみましょう。オプタのスーパーコンピューター、ファーストレグ前はバイエルンが突破確率 61.28% と有利と見られていました。しかしあの試合一つで全てがひっくり返り、パリ・サンジェルマンが 60.95% に逆転されました。ちょっと待つのだ。オプタってもともとバイエルン有利って言ってたのだ。つまり、データ的にもバイエルンが強かったってことなのだ。じゃあセカンドレグはホームで取り返せる。僕の予想は3対1。バイエルン。オプタだってもともとバイエルンをしてたのだ。確かにオプタはファーストレグ前、バイエルン突破確率 61%、優勝確率 36.6% と見てたけど、でも1試合で数字が完全に逆転した。これは無視できないデータよ。パリ・サンジェルマンはリードを持ってアウェーに乗り込む。ハキミ不在は痛いけど、組織力で補える。私の予想は、パリ・サンジェルマン、バイエルン、2対2引き分けでパリ・サンジェルマンが突破するわ。でも、オプタが試合前にバイエルン有利って言ってたのは事実なのだ。データも信じるのだ。それ、試合前のデータよ。試合後は別の話。それでも信じるのだ。バイエルン爆発するのだ。なおファーストレグでは、ズンダモンの予想は外れ、メタンの予想は方向性は正解でした。ナレーターさん、私でもいいのだ。にやり。セカンドレグ予想海外の声。バイエルンホームでどこまでやれるか楽しみすぎる。アリアンツアレーナの雰囲気はセカンドレグでパリ・サンジェルマンにとって最大の壁になる。ハキミなしでもサンジェルマンには組織がある。彼らは乗り越える。バイエルンはアリアンツでパリ・サンジェルマンを飲み込む勢いがある。セカンドレグは全く別の試合になる。両監督の声。試合前のプレス会見。パリ・サンジェルマンのルイス・エンリケ監督はこう語った。いかなるチームも我々より優れていない。リーグフェーズでトップ8に入れなかった時も言ったが、我々より優れたチームは見えなかった。我々はもっと多くを渇望している。言い切ったのだ。エンリケ監督さすがなのだ。そして試合後、
ルイス・エンリケ監督は試合そのものを公表した。間違いなく監督人生で経験した最高の試合だった。フラストレーションはない、唯一無二の試合だった。我々は勝ったが、引き分けでも敗戦でも不公平ではなかった。来週ミュンヘンに乗り込んで勝ちに行く。だが負けや引き分けになっても不当ではないと思っている。負けても不当ではないか。5対2から5対4にされた展開を冷静に受け止めてる。データ的にも正直なコメントだわ。また、5対4という展開について批判が出たことへの反論も語った。全ての意見を尊重すべきだとは思わない。くだらない意見なら尊重する必要はない。普段は試合分析に3時間かけるが、この試合は5時間かかった。バイエルンは私がパリ・サンジェルマンで対戦した中で最強の相手だ。くだらない意見は尊重しなくていい。エンリケ監督言葉が強いのだ。でもその通りだったのだ。一方、試合をスタンドで見守ったコンパニ監督。試合後すぐロッカールームへ向かい、選手たちにこう語りかけた。コンパニは我々を誇りに思うと言った。戻ってきた方法、見せたメンタリティ、試合のエネルギー、そしてパフォーマンス全てを、そしてもうミュンヘンを楽しみにしていると。こんなにさ、選手を責めずに褒めたのだ。5対4で負けても住まいを向いてる。かっこいいのだ。負け試合の後にすぐロッカーに駆け込んで励ます。それがチームの信頼につながってるのね。セカンドレグ、バイエルンの気持ちは間違いなく整ってるわね。エネルギーは確かにあった。苦しい場面もあったが、同時に危険な場面も作れた。失点数だけを見れば、チャンピオンズリーグ準決勝のアウェーで5失点すれば敗退となるのが普通だ。しかし、我々が作り出したチャンスの数を見れば、もっと得点できたはずだ。そして、それが我々の自信につながるはずだ。パリ・サンジェルマン5対4バイエルン。9ゴールの大激戦となった準決勝ファーストレグ。セカンドレグはバイエルンのホームアリアンツアレーナで行われる。バイエルン、絶対に逆転するのだ。セカンドレグも一緒に応援するのだ。どちらが勝っても見応えのある試合になるのは間違いないわ。次回も楽しみにしてね。この動画が気に入ってくれたらチャンネル登録と高評価、どうぞお願いしますのだ。では次回の動画で。またね。